こんにちは、ほやです。今回は、このタイドプールにいる、魚を観察します。蝶々魚などの、死滅回遊魚も、いつもいる、レギュラーメンバーも、両方とも紹介していきます。それでは早速、始めましょう。まずは、今回出会った、蝶々魚の仲間を紹介します。蝶斑です。相模湾に流れ着く、蝶々魚としては、割と見かける方だと思います。尾びれの付け根あたりに、大きな斑点が2つあるのが、見分けるポイントです。2匹で、優雅に泳いでいますね。この2匹は、相模湾で見られるサイズとしては、結構大きめだと思います。こちらは、小さめサイズの蝶斑です。このくらいのサイズだと、濃い黄色が鮮やかで、また違った味わいがあります。このタイドプールでは、結構長い期間、見かけている個体ですので、ここに住み着いているんやろな。元気に暮らすんやでー。おお。風来蝶々魚がやってきました。体の後ろに入る、黒い模様が、スタイリッシュで、かっこいいです。何やら、岩をつついていますね。風来蝶々魚は、雑食性の蝶々魚なので、岩にくっついている、何かを食べとるんやろな。これは、立派なサイズのトゲ蝶々魚やな。おお？どこ行った？スズメダイに怒られて、追い回されていますね。いたいた。スズメダイから逃げて、隠れているようです。うわぁ。スズメダイ、怖いなぁ。スズメダイの縄張りから逃げてきたようですが、今度は、雷ベラに囲まれていますね。攻撃してくることはないので、少し落ち着いたようです。カゴカキダイがやってきました。カゴカキダイも、見た目が派手なので、熱帯魚と間違われますが、相模湾などの、温帯の海に住む魚です。冬でも普通に見られます。カゴカキダイを、もう少し追いかけてみました。なんか、いろいろおるな。この辺りは、岩陰になっているので、波の影響も小さく、ゆったり、のんびりできるようですね。派手な見た目をしていますが、意外にも、食べると美味しいらしいです。市場に出回る魚ではないので、自分で釣らないと、食べる機会はないと思います。私も、食べたことはありません。ハコフグの幼魚がいます。小さなヒレを、パタパタと動かして泳ぐ姿は、とても可愛いです。おーっと。波に流されましたね。ヒレが小さいから、泳ぐ力も弱いようです。頭が白くなっているのは、どうしたのでしょうか。お大事にやでー。この魚、タイドプールで時々見かけて、なんやろなぁ、と思っていました。調べてみると、シマハギという、熱帯出身の魚らしいです。カゴカキダイと一緒にいると、縦縞と横縞が逆の関係になっていて、面白いなぁ。相模湾で見られるのは、死滅回遊魚として、流れてきとるんやな。
ちょっととぼけたような顔をしているのが、なんとも味わい深いですね。ハタンポの幼魚の群れと出会いました。波が砕ける場所にいたので、周りが泡だらけで、ちょっと見づらいですね。このサイズだと、幼魚というには、ちょっと大きい気もします。この動画を撮影したのは、10月の初めなのですが、ハタンポの幼魚の群れは、このタイドプールで、8月くらいから、ずっと観察できています。少しずつ、大きく育っている様子を見ているので、なんだか愛着も湧いてきています。元気に育つんやでー。ここからは、相模湾の磯遊びで、よく見る奴らを紹介します。磯カサゴです。岩の影になっているところに、よくくっついている、10センチくらいの魚です。胸びれを使って、石の上を歩いているようで、面白い動きですね。普通のカサゴと比べて、身が水っぽいので、あまり美味しい魚ではありません。でっかいムラソイがおるな。30センチくらいあるやろか。このタイドプールでは、時々見かける魚ではありますが、見かけた時は、いつもどっしり構えて、動かないです。なかなかの面構えですね。食べると美味しい、白身の魚ではありますが、数が少ないのと、普通の流通ルートに乗らないので、食べる機会は、ほとんどないと思います。それにしても、動かんなぁ。バイバイ。見慣れない、でっかい魚がおるなぁ。なんやこいつ。調べてみたら、アイゴでした。アイゴは、もっと黄色っぽい、イメージがありますが、こんなに、黒っぽいやつも、おるんやなぁ。カットインしてきた、長半と比べると、その大きさが、よくわかりますね。さようなら。大きめサイズの、ゴンズイが群れていますね。小さなゴンズイの群れは、可愛いですが、このサイズだと、ちょっと不気味です。ヒレに、毒のあるトゲがあるので、釣り人からは嫌われていますが、淡白な白身の魚なので、きちんと処理して食べると、割と美味しいらしいです。ナマズっぽい顔やなぁと、思った方も多いと思いますが、分類上は、ナマズ目なので、実際にもナマズの仲間です。おう？鍋かさんですね。相模湾の磯では、大体、どこにでもいると思いますが、愛嬌のある顔と、コミカルな動きで、磯遊びのアイドル的な立ち位置の魚です。好奇心が強めの魚のようで、撮影中に、こちらの様子を伺っているようにも見えます。実際に、つっついても、あまり遠くに逃げずに、こちらを振り向いたりするので、好奇心は強いんやろな。そういうところも、人気が出る要因なんやろな。クモハゼです。相模湾の磯遊びでは、最もポピュラーな、ハゼの仲間じゃないかな。ハゼの仲間は、種類が多く、突き詰めると奥が深いですが、私は早々に諦めました。こうして近づいて観察すると、綺麗な目の色と模様をしていますね。たくさんいる、ありふれた魚であっても、じっくり観察することで、初めてわかることも多いです。石の隙間に、大南銀ポが、身を潜めています。石をどかしてみましょう。
消えた？いた。瞬間移動やな。タイドプールで見られる、このタイプの魚は、大南銀ポか、ベニツケ銀ポが多いです。ベニツケ銀ポは、ほっぺたに赤い斑点があることで、見分けることができます。よく見ると、可愛い顔をしてますね。いかがでしたでしょうか？今回は、タイドプールで観察した魚を紹介しましたが、まだまだ紹介しきれていない魚も山ほどいます。思わぬ魚と出会ったりもするので、磯遊びはいつもワクワクが止まりません。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。